はい。皆さん、こんにちは。アイロニーの谷口です。アイロニーはですね、芦屋、青山、パリで、店舗を展開する花屋になります。この YouTube のチャンネルから、花の情報とかね、たくさん発信していっておりますので、ぜひ、いいなと思ったらチャンネル登録をお願いします。今日はですね、よく聞いていただくんですけども、僕、キャリアは、独学というか、自分で、どっか修行に行ったわけじゃなくて、自分でアイロニーを、すぐ立ち上げて、今もう20年ぐらいになるんですけども、いろんな、本を見たりしてね、いろんなフローリストたちの、花を見て、勉強していったんですけども、その勉強していた時にね、影響を受けた、本とか、フローリストのことよく聞かれます。で、今日は、僕が初めにキャリアを、スタートさせた頃に、いろいろこう写真集とかを見て勉強していた頃に、いいなと思ったフローリストの本を今芦屋の自宅の、僕の部屋の本棚からね今日は見つけてきて、芦屋店、アイルニーの一番最初の店である芦屋店にいるんですけども、芦屋店にいるので、写真集をいくつか持ってきました。どん。これをちょっと紹介していきたいと思います。はい。まずですね、一番最初、これからいこうかな。ジェフリーサムのフラワーズ。彼はアメリカ人で、でも、仕事してるのはメインで仕事してるのは、パリで、ジョルジュ・サンク・フォー・シーズンズ・ホテルの花を、もうだからこれ僕が始めた時にこの本すでに出てて、オープンしたての時に、ここに飾ってたりとかしたんで、だからもう20年とか25年ぐらいはずっと今も変わらず同じスタイルで、ジョルジュ・サンク・フォー・シーズンズ・ホテルの、花をしています。その、ホテルの、草加の写真を集めた写真集ですね。すごくモダンなスタイルで、今見るとちょっと、なんか物足りないなっていうようなところというか、すごくシンプルで、ある種発明だなと思います。で、フローリストの、こう、いろんな花の組み合わせとかの、こう、レベルの高さっていうんじゃなくって、そういう目線じゃない部分で、フローリストにどっぷり使ってないような目線で見た花の綺麗さを、すごく、ダイナミックに表現する。そしてその場を与えられてるっていう、持ってる人ですね。で、当時アイロンに始めた時は、すごくモダンなスタイルっていうのが、求められる時代だったので、僕すごく影響を受けたなと思います。今のテイストとは随分違うかもしれないですけども、好きだった写真集ですね。これちょっと YouTube で中をね、写真集の中身を見せていいのかっていうのがあるので、もう今回表紙だけにしときます。ぜひ Amazon とかでね、見てもらうと、中身検索とかできると思います。で、ジェフリーサムでね、検索とかしてもらうと、いっぱいたくさん出てくると思いますのでね、ぜひ、これ一つ、まず。で、その次ですね、ショーン・コノリーのフラワーズ。岸くもこれもジェフリーさんの本と同じタイトルですけども、これはね、今も変わらずめちゃめちゃかっこいいなと思います。この本は。
20年前に見て、これ僕の友達がね、大学のバスケを一緒にしてたチームメイトが僕が花の仕事するって言って誕生日に買ってくれた本なんですけども、今も変わらずね、これはねずっとかっこいいなと思います。で今はちょっとショーン・コノリーさんとも時々、みんな知り合いがつながってて、ショーン・コノリーさんとも、メッセージのやり取りなんかをして、僕のことも知ってくれてるようになったんですけども、イギリスの、彼はイギリスの、ロイヤルフローリストというか、皇室の仕事なんかもしたりするようなイギリスを代表するフローリストですごくね、これは逆に繊細な、花の綺麗さ、自然な花の綺麗さを知っている、庭で咲いてるね花の綺麗さを知ってるフローリストのすごく繊細な、雰囲気を生かしてる、テイストの花だと思います。これは本当にかっこいい。写真集としてもすごくいい写真集なので、これは誰にあげても恥ずかしくないかなと思います。誰におすすめするのも恥ずかしくないかなっていう。ずっと変わらずね、これはいいですね。この写真見ても今も綺麗だなと思うし、いい花使ってます。あ、こういう花もあるんだなっていう。なんかやっぱりちょっとイギリス、庭の方が盛んな、国なので、ちょっとそういう、ジャルダンというかね、ガーデンの、雰囲気に寄ってるところがあるのかな。庭で摘んだ花を飾る、自宅に飾るっていうところの、文化の延長として、イギリスの花のテイストにつながってるのかなっていうようなことを感じさせてくれるような本ですね。僕まだショーン・コノリーさんとお会いしたことがないので、ぜひ一度会ってお話ししてみたいなと思っております。はい。で、ものすごくおすすめの本に行く前に、当時影響を受けたなと思うのは、この本、もう僕すっかり忘れてましたけども、本棚見てて、これもいい本だったなと思って。これね、日本の方なんです。西晴美さんっていう。これ確か大阪の方だったと思うんですけど、僕がもうこの仕事始めた頃には、もう全ブームみたいなのは、ずいぶん前に起こっていて、この方はすごく有名になっていました。でも、花屋とかはしてなかった人だと思うので、あんまり市場なんかでお見かけすることはなかったんですけども、こういう方もいるんだなっていう。で、これも一つのスタイルを築いたなと思います。もうまさに禅ですね。禅の感じ。これちょっと表現するの難しいですけども、和モダンというか、すごくシンプルな中で、禅。これ海外の人に向けたイメージの禅っていう和の雰囲気がね、感じられる。で、僕らがこれをもう見た時とかっていうのは、禅っていう言葉が、花のテイストとしても、一つのジャンルとして認識されてるような、ヨーロッパの人たちがこの日本の雰囲気とかアジアの雰囲気みたいなものに対して、キーワード和っていうねことに対して禅スタイルだねとかね、そういう風に認識がもうされ、寿司とかっていうぐらいなんか認識がされてるような、認知がもうされてるような感じだったので、僕ら逆にそれが逆輸入じゃないですけども、こういうスタイルってヨーロッパの人から見た和のスタイル、禅っていうスタイルだなっていう感じで、でも一つのテイストとして僕らもこういう風に花をこう使っていくと
こういうテイストになるんだなっていう部分では、影響を受けてると思います。僕も20年仕事やってる中で、和の雰囲気を出していく必要があるところっていうのは多々あったんで、その時にやっぱり、少しモダンなスタイルにする、すごくシンプルにするとかっていう風に、してきたのは、ちょっとやっぱり影響を受けてるのかもしれないなと思います。これもいい本だと思います。今見てもね、花のデザインとして、面白いなっていう風に、一つあってもいいんじゃないかなと思います。自分の中に引き出しとしてあると面白いんじゃないかなと思います。特に日本のフローリストはね。はい。さあ、そして、これはもう外せませんね。この2冊。この2冊。言わずと知れたクリスチャン・トルチュー。僕は最も影響を受けたであろうと思います。そこ遡っていくとね、いろんな人からいろんな人の花を見て、すごくいいなと感じたところが、全部やっぱりこう、クリスチャンのところに、トルチューさんのところに繋がっていったっていうのがあって、で、この本がクリスチャン・トルチューの本としては割と一番有名かなと思います。センセーショナルブーケ。これいろんな日本語版も出てるし、花の向こうにっていうね。これは英語版かな。フランス語版も出てるんで。僕もこれ、同じ本2冊買っちゃうみたいな感じで、英語版と日本語版を買ってしまって、中身見たら一緒やんみたいな感じです。で、これ僕その当時2冊買ってるんですけども、しかも今になって、クリスチャンと親しくなってご飯食べに行くっていう時にパリで、サイン本が欲しいな。でもこの本日本に置いてあるなと思って、わざわざパリで買ってまた。で、その時持って行ってサインしてもらったこともあって。で、研修生のアパートがパリにあるんですけども、研修生のアパートにも勉強用に置いておこうと思ってまた一冊買ったりとかして、でうちのスタッフにも、フランス、イタリア人のスタッフにも勉強させようと思って買って、もう5、6冊はこのを買ってるんですけども、もうまさにパリで2番目の革命を起こしたと言われてます。で、この本を見てすごくそのクリスチャンの全てが、詰まってるかなっていうと、またそうじゃないかなと思うんです。もっといろんな僕らクリスチャン的だなと思うような部分は、この本には載ってない部分も多くあるんですけども、彼のフィロソフィーというか、そういうものが、しっかり詰まっている本だと思います。で、クリスチャンのところで働いてたフローリストたちに聞くと、この写真のこれは僕が作ったものだとか、そういうふうに、いう話も聞いたことあるので、これ全部が全部クリスチャンが作ってるっていうわけじゃないみたいですけども、でもこの本も随分もう古い本ですけど、全然古くならない感じで、音楽と似ていて、こう当時分からなかったものが今開いてみるとすごいかっこいいなっていう感じだったり、これにこれ合わせるんだとかっていうのが分かったり、まだ今でもちょっと分からない部分がもっと経ってから、ああこれはみたいなこともあったりするし、なんか自分が新しい素材見つけてきたと思って、これは今まで誰も使ってなかっただろうなって思って、うちらしいものだ、アイロニーらしいものだなと思ってやってたのが、久しぶりに本見てたら、すっごい昔にもうクリスチャンがこういうのしてたんだとかね、そういうのもある本で、もうすごい大好きです。で、もう一冊ね、ブーケっていう本。これちょっとちっちゃい本で、こっちの方はあんまり有名じゃないんですけども、この本の方が、仕事として、これどっちが先かな、クリスチャン本としては多分こっちが先で、この
センセーショナルブーケ、花の向こうにとかっていう本が後で出てるんだと思うんですけど、こっちの方が、最初の頃はすごく影響を受けたなと思います。僕らが店でするような花の組み合わせ、ブーケの組み合わせだなっていう感じの本ですね。これもおすすめです。はい。で、もちろんね、これ動画見てくれてる人で、もう皆さん持ってくれてるかなと思うんですけども僕もこれ3冊本が4冊出てるんですけども、このフラビラスという、アイロニーから出版してる写真集はもう、イシュ1が売り切れてるので、2と3だけになりますけども、これはアイロニーのホームページから買ってもらえます。1冊500円ですごくリーズナブルな本になるので、2冊まとめて買っていただける。Amazon とかではちょっと取り扱いがないので、でも、全国の書店、50店舗、50書店ぐらいでね、取り扱いあります。紀ノ国屋さんとか、蔦屋さん、代官山蔦屋さんもすごくたくさん売ってくれてますね。はい。あとは、これ、パイインターナショナルさんから出してもらってる、僕のパリでの仕事の写真集、パリの花とか、これは Amazon でも買えますからね。これは5冊買うと幸せになると僕が勝手に言い回ってる本ですけども、たくさん買ってください。はい。という感じになります。今日は、これ実はね、昨日、サンジョルディの日といって本と花をプレゼントする日みたいな感じの日なんですけども、この時期、母の日前とかね、ミュゲの日の前とかって、どうもサンジョルディの日は忘れられてしまう。僕も忘れてたんで、せめてと思って今日は、おすすめの写真集を紹介しました。ぜひ、皆さん、興味ある人は買ってみてください。Amazon なんかで買える本がほとんどだと思います。はい。というわけで、皆さんこれ、楽しかったなという人は高評価、コメントと、チャンネル登録お願いします。では、ありがとうございます。